こんにちは。工場長をやらせてもらってます鈴木と言います。よろしくお願いします。営業の金谷と申します。まず糸釜に入荷した時点で、入荷のもの糸を管理します。その糸を工場に出す人間、またその糸を、糸の棚に乗せるセッティングで、それからまた土木って1回転に入れる糸の量で、その状態で編める状態、テンションなどを合わせて一番ベストな状態に持っていくっていうのが僕含めた保全部隊、その保全部隊が全部全て管理します。で、一からその状態でスタートで、じゃあ OK、 傷もないこの状態で大量生産できる状態になったら編み立て部隊の方にそれは渡します。でその後に検品の作業で、その後は出荷作業、こういう一連の流れで一応工場としては生産させていただいています。風防の糸っていうもともと昔からある紡績方法なんですけど、今はもっとより綺麗な方向に作る糸の紡績方法っていうのが主流にはなってきてるんですけど、ちょっとムラ感は出ている状態ですね。粗いんですよ。それが生地になるとやっぱり独特の風合いに変わっていく状況ですね。締まりもあってけど綺麗すぎないアメリカンな感じっていうのはすごく出てるなっていうのはよくわかります。染めて初めてその味が分かるっていうのも多いんですけど、木型の段階もう編んだ時点でなんか味あるなっていうような生地がすでに出来上がってるわけですね。そこからまた加工していろんなことしてまたさらに味を深めていくような製品だとは思いますね。日本に捧げてくれる。見ていただいた通り120キロワンケースっていうところがあったので、それはうちの工場ではやはりちょっと扱いにくいので、見ていただいた小割屋さんで割っていただいて、で割っていただいた上でワックスをつけてより編み立てをよく傷がなくなるような方向に持っていけるように一応やってもらってます。でそれがうちの工場に入ることによって普通の元々の糸よりかはよりスムーズに生産はできているっていう状況にはなっているので、最初はやっぱり苦労しましたね。うちの場合改造機だとか見てもらった通り各メーカーが違う機械扱ってる、でも基本的には最終的には同じ風合いの生地を上げていく段階では古いからとか新しいから関係なく、たまにやっぱりこの癖のある機械っていうのが存在します。1台だけでもそうなんですけど、それを同じようにも編むように持っていくにはどうやったらいいかっていうのは最初わからないものですから、あっちやりこっちやりとかいろんなところを触りながらこれがベストだなっていうのをつかむのにやっぱり最初は時間かかりました。今まではもう少し細い糸を使って T シャツを編んでたんですよね。逆に言うともうそこまでしか僕たちはできないと思ってたんですよ。でたまたまそのグッドボーンさんの T シャツの案件が来て、一回編めるかどうかやってみようってなった時に編めたんですよね。実際ワクシングしてもらってるからかかってる部分もあるんですよ。あれがノーワックスの場合だったら今みたいな感じでかからないので、同じ糸でもやっぱりワックス塗って綺麗なもの、そのワックス取って毛羽といろんなホコリを取ったりだとかしていい状態で持ってきてくれるんで初めて成立する部分がやっぱあるので。
やっぱり糸自体もいい糸なんですけど、必ずしも 100% そこでっていう、たまにはやっぱり横断太い糸っていうのも出てくる場合もあるんで、やっぱそれをなるべく早期発見で対処する、そういうこともやっぱりもう網だけじゃなくて検品の部分もしっかりしてくれてるんで、それでは成り立ってますよね。これデータで残してても人間のやることなんで、前のやつを見ても例えば同じような数字が揃ってれば思い違いもすること結構あるんですよ。6.66 か 6.69 に見えたりとか、思い込みでで設計書を起こしても間違う人間も確かにいたんですよ。でもうちとこは必ず誰かがやった仕事は僕全部チェックします。データも出るか、前の設計書を見てその数字が合ってるかで全部チェックするんで、僕たちもね、まさか海外フランス行くとは思ってなかったのでやっぱり自分たちがやってきたことが間違ってなかったんだなっていうのもある意味そういうので評価されてたんで嬉しかったですよね。すごい張り出しの何かを分からせるために、あえて家内が取った行動なんですけど、こういう製品を作ってやってるんだ僕たちはっていうのを言う、また全然モチベーションも違うし、それをその人たちの知り合いにも、自慢もできるじゃないですか。なるべくそういうのをフィードバックしてあげて皆さんで共有していくっていうのはやってますね。どうしてもこの業界って似たようなものをいっぱい作りたがる傾向があって、ちょっとこっち売れたら似たようなものを作りたがるんだけど、やっぱり本元のものとかいいものが残っていくはずなんですよ。流れは絶対変わるんですけど、ずっとやり続けてるとこは実際に残るものが残っていくんで、中途半端な安易な感じでやってるとこはすぐ廃盤にするし、やっぱり自信持ってそうやって作ってくれて、うちらもちゃんとした仕事さえすれば、きっちり残っていく自信はやっぱりできましたよね。